皆さんこんにちは、ゆみけいりのです。今日はですね、皆さんからの質問に答えますということで、先日インスタグラムで皆さんからの質問を募集したんですけれども、その質問にできるだけたくさん答えていきたいなと思います。それでは早速始めていきたいと思います。プロを目指そうと思ったきっかけと時期を教えてほしいですということで、この質問はすごくたくさんの方からいただいたんですけれども、私はもともと中学1年生の終わり頃にギターを始めたんですけれども、もうギターを始めて結構すぐにギタリストになりたいなって、思ってました。ビートルズを聴いてギターを始めたんですけれども、こんな風にギターで聴いてる人をいろんな気持ちにさせることができたりとか、自分の気持ちをギターで表現できたりとか、そういうことができたらすっごい幸せだろうなと思って、そういうギタリストになりたいなとその時思ってました。初めてコピーした曲は、そしてそれは何歳の時ということなんですが、初めてコピーした曲はビートルズのレッド・イット・ビーです。これはなんかコピーっていうんじゃなくて、ただコード進行 C、G、Am、F みたいな、そういうコード進行を弾いただけなんですけど、初めて弾いた曲がレッド・イット・ビーです。それはですね、中学1年生の終わりなので13歳ですかね。好きなギタリストはいますかということで、もちろんたくさんいるんですけれども、なんだろう、中学生の時はジョージ・ハリスンが好きだったし、あと小沼洋介さんもすごく好きですごく影響を受けましたし、高校生の時はブルース・サラセノがめちゃくちゃ好きで、あとはパット・メセニーとかエリック・ジョンソンとか、こう綺麗なメロディーを弾くギタリストが、私はすごく好きです。ギターカバー動画のアレンジの仕方や考え方、作り方について知りたいですということで、ありがとうございます。そうですね、私は歌いながらフレーズを考えることがすごく多いです。曲を聴きながら一緒に口ずさんで、ここはカッティングだなとか、ここはアルペジオだなとか、ここはデデデデデデデこういうフレーズ入れようかなみたいな感じで歌いながら、考えていくことがすごく多いです。この部分はすごい一緒に歌いたくなるから、ギターで一緒に歌のメロディーをユニゾンしようとか、本当にそんな感じでイメージを膨らましていきます。ベボベとの思い出ってございますかという質問です。もちろんもうめちゃくちゃいっぱいありますね。もう何年もずっと一緒にツアーをやってたので、もう家族みたいに長い時間を、濃密な時間を過ごしたベボベの皆さん、年末になるとベボベと一緒に出演したカウントダウンジャパンのことを思い出して、あの時見たステージからの景色とか、あの時食べたご飯とか思い出すし、夏になるとベボベと一緒に出演した夏フェスの景色を思い出すし、ケンタッキー食べる時にケンタッキーで誕生日お祝いしてもらったなとか思い出すし、柿ピーとか柿ピー食べてると、ツアー中に部屋飲みしてみんなで柿ピー食べたなとか思い出すし、本当に思い出がたくさん転がっているっていうか、いろんな瞬間に思い出します。ゆみきさんはかよちゃんの曲だと何が一番好きですか？かよちゃん、吉沢かよこちゃんのことですね。いっぱい好きな曲があるから一番は本当に決められないですね。最近すごいよく口ずさんでるのが嘘つきっていう曲ですね。本当にもう無意識にまた口ずさんでたみたいな感じで最近口ずさんでます。かよこちゃんの曲ってふとした瞬間にこの曲の歌詞の中のワンフレーズを思い出すっていうことがすごく多くて、好きな曲、好きなフレーズたくさんあります。次はですね、海外の方からの質問で、今回海外の方からも本当にたくさんの質問をいただいたんですけれども、なんで、マレーシアで音楽を
勉強しようと思ったのかということなんですけど、これはですね、世界中の音楽大学を調べている時にマレーシアにすごく世界で評価されている音楽学部があるっていうことを知ったっていうことと、純粋にマレーシアっていう国にすごく興味があって住んでみたいなって思ったっていうことがあります。韓国人のファンです。韓国には何で留学しに行ったんですかということで、はい、そうなんです。私は2019年の秋に3ヶ月だけなんですけど韓国に留学していて、それはですね語学留学、韓国語を勉強するために行きました。私の母が韓国人っていうことで、自分のルーツを知りたいなっていうか、韓国で韓国語を勉強してみたいなって思ったっていうことと、純粋に、韓国の音楽、文化、食事、が大好きなので留学しました。また行きたいなと思います。はい、次の質問はですね、20の推しメンをご教示くださいということで、私20の大ファンなんですけれども、もう本当にメンバー皆さん大好きで、もうみんながいるから20だと思うんですけれども、もし強いて今お一人お名前を挙げさせていただくとしたら彩香さんですかね。虹プロジェクトのオーディション番組を見ていて、彩香さんが一番初めのオーディションの時からどんどん成長していく姿が本当にすごいな、素敵だなって思って、あといつも自然体なお人柄っていうところにもすごく惹かれてどんどん好きになっていきました。はい、なので今強いてお名前を挙げるとしたら彩香さんです。蛙亭の岩倉さん知ってますか？はい、蛙亭の岩倉さん、いろんな人からすごく似てるって言われるようになって検索とかして漫才とか拝見したんですけれども、すごく独特な魅力がある、不思議な魅力がある方ですごく素敵だなって思って、なんかそれからよく漫才拝見したりとか注目しています。大事にしている本はありますかということで、本ですね、マレーシアに持ってきた本っていうのが結構あるんですけど、その中の、何冊かをちょっと紹介しようかなと思うんですけど、まずはこれ、村上さんのところ、はい、これは村上春樹さんが読者からの質問にもうひたすら答えていくという、これがもうめちゃくちゃ面白くてですね、そうなんかあった時に読み返そうと思って持ってきました。そしてですね、これは文庫本なんですけども、角田光代さんの探し物、角田光代さんの作品がものすごく好きで、中でもこの探し物は最初読んだ時にもう感動して涙が出るぐらい好きで、そうこれもなんか読み返したいなと思って持ってます。そして愛のデタラメ、時あさこさんの、はい、これも本当にもう何回読んだかわからないくらい、はい、大好きで、これもなんかあったら読み返そうと思って大事に持ってる、はい、本です。そして最後ですね、これは大事にしている本というか捨てられない本なんですけど、村上龍さんの69。これはですね、中学生の頃に買ってもう人生の半分ぐらい持ってるんですけど、これはねなんか捨てられないんですよ。もうこうやってね、皆さんわかると思うんですけど、こうやるとなんか実家の匂いがしてなんかもうグッときちゃうみたいな、はい、捨てられない本としてマレーシアまで持ってきちゃいました。はい、こんな感じですかね。はい。ベースを練習しているのですが、ギターの方が思ういいベースとはどんなものですかということで、そうですね、ギターの方が思うということで、それぞれみんな違う考えがあると思うんですけれども、私の場合はいることに
気がつかないベースっていうんですかね。私も自分で曲を作る時にちょっとベースを弾いたりとか、こう打ち込みでベースをプログラミングしたりとかするんですけど、ベースってもう本当に難しいなってもういつも思うんですよね。もう上手なベーシストの方でこう一緒に演奏したりしてる時に、なんだろう、曲にすごく馴染んでて、本当にベース、曲の土台ですよね。これ土台になってて、なんだろう、いることを本当に一瞬忘れちゃうんですよね。でこうふとした瞬間とかにかっこいいフィルとかかっこいいフレーズがふんってこう聞こえてくると、あ、ベースそういえばいたんだみたいな感じで思い出すみたいな感じで、いることを忘れちゃう、いることに気がつかないベーシストの方って、すごい上手だなといつもよく思います。ゆみきさんでもライブでミスしますかするに決まってるじゃないですか。めちゃくちゃミスしますね。もう毎回してますねはい、なんか昔はライブでミスするともうめちゃくちゃ落ち込んで、もう何日も引きずって立ち直れなくてみたいな感じだったんですけど、でもライブの経験がこうどんどん増えてくると、めちゃくちゃ練習して準備して、もう自信満々でステージに立つライブ、そういう風に演奏してるライブでミスした時っていうのは、もちろん自分はミスしちゃったって思ってるんですけど、でも周りの聴いてる人からすると全然気づいてなかったりとか、ミスに聞こえてなかったりとかするっていうことにこう経験が増えていくうちに気づいたんですよ。なので本当にミスは仕方ないって思いつつ、とにかくライブ前に自信満々でステージに立てるようにめちゃくちゃ準備して、めちゃくちゃ練習してステージに立つっていうことをただただ心がけています。好きな言葉があれば教えてください。好きな言葉は、今は私は私を諦めないっていう言葉ですねこれは重版出退っていうドラマの中で出てきた言葉なんですけど、この言葉を聞いた時にグッときましたはい、なんか勇気をくれるし、こう同時に心をちょっと軽くしてくれる言葉でもあるなと思ってよく思い出している言葉ですね。はい、ということで、もう本当に皆さんからたくさんの質問をいただいたんですけれども、今日はここまでになります。皆さん本当にたくさん質問を送ってくださってありがとうございました。そしてまたこういった質問企画みたいなの、やりたいなと思ってますので、その際はぜひ皆さん質問を送っていただけたら嬉しいです。では皆さんまたお会いしましょう。バイバイ。